同じ一日なのに、いい日だったと感じる日と、なんだか最悪だったと感じる日がある。出来事はほとんど変わっていないのに、なぜ世界だけが変わるのでしょうか。もしかすると、変わっているのは世界ではなく、見ている向きかもしれません。前回の動画でこんなコメントをいただきました。意識の焦点が変わることにより、体験する世界を選んでいるだけで、世界が変わっているわけではないということと、わからないことはわからないままにし委ねると世界が変わるということと矛盾していませんか？鋭い問いです。ここには多くの人が混乱する大事なポイントがあります。脳は現実そのものを作っているわけではない。どの現実を体験するかを選んでいる。選んでいるだけなのになぜ現実は変わるのか。今日はこれを神経科学と体験、二つをつなげて理解していきます。このチャンネルは答えを提示する場所ではありません。ここで大切にしているのは、あなた自身が感じて気づくこと。同じ話を聞いても、人によって見える世界は違います。だから、あなたにとっての正解をここで見つけてください。この動画はそのためのきっかけとして作っています。まず、神経科学の話からいきます。私たちの脳は世界をそのまま見ていません。脳にはRASというフィルターがあります。毎秒膨大な情報が入ってきますが、脳はその中から重要なものだけを選びます。つまり、私たちは世界をそのまま見ているのではなく、選ばれた世界を体験しています。何を基準に脳は選んでいるのか。それが意識の向きです。意識が思考に向くと、脳は問題や不安を探し始めます。意識が体に向くと、脳は安全だと判断します。つまり、意識が向いたものが現実として強調される。わかりやすい例えでは、よく感謝すると人生が良くなると言われます。これは感謝そのものが魔法のように現実を変えているというより、自分の意識の向きが変わることで見える世界が変わっているのです。例えば感謝に意識が向いていると、日常の中にある小さなありがたさに気づきやすくなります。すると、ありがたいなと感じる瞬間がどんどん増えて、まるで世界が感謝や愛で満たされているように感じられる。逆に、不安やイライラに意識が向いていると、同じ現実の中でも気になるのは嫌なことばかり。すると、なんでこんなことばかり起きるんだろうと感じて、世界が不安やストレスだらけの場所に見えてきます。つまり、世界が変わったというより、どこにピントを合わせているかで、見える景色が変わっているということなんです。ここまでは体験の変化の話です。では次に、ネドジュンさんの話です。わからないことはお腹に投げてもう考えない。すると自然と問題が解決している。これは何が起きているのでしょうか？意識が体に戻ると思考が静まり、神経系が安全モードになる。
すると、あることが起きます。直感が感じやすくなる。この直感は思考ではとても思いもつかないこと、そしてどのような効果があるのかもわからない。思考が静かでない時も直感は来ているのですが、神経が安全モードでない時は、効果がわからない今までと違う行動は怖くて踏み出せない。でも、この直感に従うと、行動が変わり、言葉が変わり、選択が変わる。結果として現実が変わる。ここで全てがつながります。神経科学の話は体験の見え方の変化。ネドジュンさんの話は行動と現実の変化。そしてこの二つは連続しています。意識の向きが変わると神経の状態が変わり、直感が現れ、行動が変わり、現実が変わる。つまり、選び方が変わると人生が変わる。世界を選んでいるだけではないのです。具体的には、意識が体に向くと神経が安全モードになり、直感が感じられ、神経が安全モードだから恐怖なく新たな行動に踏み出せ、そしてその直感に従って行動することによって現実が変わる。直感に従った行動には人生を何とか良くしようという力みや努力、我慢、緊張がない。なんとなく行った行動です。なのになぜかすべてがうまくいく。すべての人や物とタイミングが調整されていて、起きることが起き、落ちるものは落ち、勝手に自然にすべてが解決し、気づけば流れが整っている。自分で考えて行った行動ではない。ただなんとなく行っただけで、なぜかすべてがうまくいく。いわゆるシンクロニシティと呼ばれるような現象です。だから神様や本体さん、大きな無意識と表現するような力が働いているように感じられる。逆もあります。意識が思考や不安に向くと神経が警戒モードになります。すると直感は感じにくく、不安になる情報が目に入り、新たな行動に恐怖を感じ、同じパターンが繰り返される。結果として、どんなに現実を変えたいと頑張っても変わらないように感じる。現実が変わらないのではなく、選び方が固定されているだけなのかもしれません。変える必要があったのは、現実ではなく、意識の向きを思考から体へ向けることだったのかもしれません。ではここで体験してみましょう。今から30秒、意識の向きを変える練習をします。呼吸を感じます。吸う息、吐く息。胸の中心に意識を向けます。温かさ、広がり、
静けさ、思考が出てきたら、体の感覚に戻る。思考を否定しなくて大丈夫です。ただ、戻るだけ。これが選び方を変える練習です。今日の話をまとめます。思考は現実を作っているわけではありません。私たちはどの現実を体験するかを選んでいます。そしてその選び方が変わると、見える世界が変わり、感じる世界が変わり、行動が変わり、人生が変わる。もし今、何かを変えたいと感じているなら、変えるのは世界ではなく、意識の向きかもしれません。意識の向きを思考ではなく体に向ける。考えず、ただ感じる。すると直感が感じられ、その直感に従って行動すると、全く違う世界が目の前に広がっています。